あなたは本来は不本意なのに多数派の意見に流されたことはありませんか。1972年2月、群馬県沼田市花生山、雪深い山の中、列をなして歩いていたのは大勢の警察官。そんな中、一人の警察官がハッとした様子で声を上げました。おい、あれを見ろ。警察官の指の先には雪に埋もれたボロボロの小屋が。警戒しながら小屋に踏み入った一行はその中の様子に嫌な予感を覚えます。これはまずいな。小屋の中では薄汚れた寝袋やリュックサックが山積みの状態。加えて切り刻まれた衣服や糞尿にまみれた下着がそこかしこに散乱していたんです。その光景に警察はここで何が起きたのかをすぐに察しました。それから約2週間後、嫌な予感は現実のものとなり、山のふもとで12人もの遺体が掘り起こされることに。そして逮捕された犯人は悪びれることもなくこう言ったんです。私は革命戦士です。でも彼らは違った。ただそれだけのことなんです。だって本当の革命戦士であれば死ぬわけないですから。山小屋の集団生活で殺害された12人の若者。昭和の日本を変えようと立ち上がった若者たちの常軌を逸した行動とは。閉鎖された空間で繰り広げられる異常な儀式が彼らを殺人集団へと変貌させていくんです。そろそろピクニックしてえな。ケンちゃんです。早くない？ちょっと。冬でもアイスを食べたい、ヤミコです。もう気持ちは春だよ。早いわね。何持ってくのピクニック？サンドイッチ。サンドイッチ。みんなが思ってる。ね、ピクニックってさ、どういうとこに行くのね、例えば。やっぱ新宿御苑とか。ピクニックってもうさ、感情が決めるから、これがピクニックかどうか。どこでもいいよ、なんなら。じゃあコンビニにピクニックとかってこと？お出かけだったらピクニックなわけね。いや違う。それは違う。映画館行ったら別に俺ピクニックだと思わないけど、ピクニックかって本人が思うかどうか。分かったよ、もう。本日ご紹介するのは群馬県の山中で12人も死亡した山岳ベース事件について。この事件は以前取り上げた浅間山荘事件と同じ連合赤軍の集団が起こした凄惨な集団リンチ事件なんです。連合赤軍ってまた学生運動の時代の話が関わってくる事件だったわよね。集団リンチ事件なんかも起こしてたわけ？連合赤軍はある思想に基づいて日本社会を新しくしようとしてたんです。今振り返るとかなりヤバい思想なんですけど、一体彼らは何者だったんでしょうか。山に集う者。1971年12月、群馬県高崎市榛名山。今日からここを拠点とする山中にひっそりと建てられた小屋の前に集まっていたのは29人の若者。山梨県の山岳から移動してきた彼らは16歳から28歳の男女の集団。彼らは数ヶ月前から山小屋を転々としながら生活していました。それはこの集団のメンバーのほとんどが指名手配されているため、彼らは警察の追跡を逃れるため山中に身を潜め続けていたんです。そしてこの集団が山岳地帯で生活をする理由はもう一つあります。それは人目を気にせず軍事訓練ができるから。我々は立派な革命戦士にならなければいけないんだ。若者たちは男女問わずそう口にし、武器の整備や射撃訓練に勤しんでいました。彼らの言う革命戦士とは一体何なのか。若者たちは一体何と戦っているのでしょうか。1960年代後半、高度経済成長期真っ只中の日本では国民生活が急速に豊かになりました。一方、経済の発展に伴い浮き彫りになったのは公害や環境破壊などの問題。日本社会全体が浮き足立つ中、それらの問題を不安視する国民が少なからずいたんです。そんな中、多くの国民が関心を寄せていた問題が1955年から約20年続いたベトナム戦争。沖縄なくしてベトナム戦争を続けることはできない、そう主張するアメリカ軍は沖縄嘉手納基地からベトナムへ爆撃機を飛ばし、日夜攻撃を繰り返していました。その様子を間近で見る日本国民の中には反戦反米の思いを抱き、次のように主張する者が現れるようになったんです。日本はアメリカではなくソ連や中国の思想を取り入れるべきだ。そんな思いに突き動かされた学生たちは欧米諸国の資本主義に染まった政府に反感を覚え、学生運動を展開。ヘルメットをかぶってデモ行進を行い、政府や警察に石や火炎瓶を投げ込むなどの暴動を起こしました。またデモを行ったのは学生だけではありません。日本を共産主義の社会にするんだ、毛沢東万歳。声高にそう主張するのは左翼的思想を持つ労働者の団体。彼らのような若き労働者と学生が束になり結成されたのが山小屋で生活する29人の若者たち、連合赤軍なんです。
革命戦士ってそういう意味だったわけね。かなり大げさに言うと、日本もつい数十年前までは政府軍と革命軍の戦いが起きる可能性があるような国だったってことよね。現代の感覚からすると全然想像はできないんですけどね。そうね。ここでこの連合赤軍という集団について詳しく見ていきたいと思います。というわけで本日のメトラキーワード、連合赤軍について。連合赤軍とは1971年7月に結成された新左翼組織。学生運動の中でも過激派が集まっていた日本赤軍と労働者中心の武闘派集団革命左派が合流し結成された集団です。彼らの目的は資本主義を排除し貧富の差をなくした平等な社会、つまり共産主義の実現、ソ連や中国の共産主義運動に乗じてのことでした。彼らが連合赤軍と名乗っているのも共産主義のシンボルカラーが赤だからなんです。2つのグループが合流したのはメンバーの逮捕や指名手配によりそれぞれの組織が弱体化していたため、銀行強盗を繰り返し資金が豊富だった日本赤軍と鉄砲店を襲い銃を大量に所持していた革命左派とで利害が一致したんです。俺たちは皆革命戦士だ。日本の未来を変えるのは俺たちだ。真剣な眼差しでそう誓いを交わし合っている2人は連合赤軍のリーダー森恒夫と副リーダーの永田博子。それぞれ森は学生からなる日本赤軍のリーダー、永田は労働者中心の革命左派のリーダーを務めていた人物。2人はライバル意識を抱きながらも互いの存在を認め合っていました。人一倍志の高い森と永田がトップを務めるこの連合赤軍の活躍にメンバーは皆期待を寄せていたんです。しかしそう見えていたのは最初だけ。実のところ2人はそれぞれ決してトップに向いているとは言えない人物だったんです。気が小さく優柔不断、指導者になれる器ではない。リーダーの森は前身の日本赤軍時代に周囲から密かにそう噂されていました。彼がリーダーになれたのは日本赤軍の活動が激しくなるにつれ幹部が次々に逮捕されていたため、森自身にとっても不本意なことでした。また森は学歴の低さや女性経験の少なさにコンプレックスがあり、自分よりリーダーに適した人物がいるのではないかと常に引け目を感じていたんです。一方副リーダーの永田は短気でヒステリック、女性に対して特に厳しく底意地の悪さを見せることがありました。持病の影響で容姿にコンプレックスがあった永田は女性に対する嫉妬心が異常に強かったんです。連合赤軍のリーダー森と副リーダー永田、2人のその歪な性格がこの後12人の若者を死に追いやることになるんです。こう聞くと確かに集団をまとめるような素質があるとはなんかあんまり思えないような2人よね。この2人が12人も殺しちゃうわけでしょ。特に森なんかちょっと気が弱くて殺人なんか起こせなそうな風に見えるけどね。リーダーの森と副リーダーの永田は異様に強いコンプレックスを持ってて、それを他人を貶めることで埋めようとしてたんです。崩壊の足音。熱い野望を持って集まった連合赤軍のメンバー。ただ警察から逃れながら山小屋で暮らす日々は非常に過酷なものでした。季節は冬、風が吹けば壊れそうなその小屋では寒さをしのぐこともできず震えながら眠る日々。風呂も着替えもなくトイレも十分に機能しない中で体を清潔に保つこともままなりません。警察から身を隠す生活の中ではいくら資金があっても買い出しには行けず、食料もわずかな量をどうにか分け合っている状態でした。極貧と極寒、そして悪臭が漂う小屋にすし詰めになりながら29人のメンバーは革命戦士を目指し来る日も来る日も軍事訓練を続けていたんです。そんな日々の中で精神的に追い込まれていったのはリーダーの森、副リーダーの永田も同じことでした。ストレスを溜め込んだ彼らは1日に1回その立場を利用したある儀式を執り行うようになるんです。それはこの事件の発端となる総括という儀式。私は山岳で活動するにもかかわらず非常時の備えを怠り水筒を持参しませんでした。これは革命戦士としての自覚が足りないゆえのこと。そう、総括とは1日を振り返り自分の問題点を告白反省する作業。精神的な弱さを乗り越えるための思考法として当時の左翼系活動家に好まれていたんです。総括をするメンバーを決めるのはリーダーの森と副リーダーの永田。総括を要求されたメンバーは皆目の前で自己批判し、森と永田に認められるまで生活や訓練から外されました。そう、2人は自分たちが組織をまとめる上での不安や厳しい生活の鬱憤を部下を批判して発散するようになったんです。総括は初めこそメンバーの前で恥ずかしめを受けるだけのそんな儀式でした。まさかこの総括が殺人の儀式になっていくことなどこの時は誰も想像していなかったんです。これって要はパワハラがすっごく行き過ぎたやつだってことじゃない？それが殺人にまでいっちゃうの怖すぎるんだけど、ちょっとこっからの森と永田に関してはいくら過激思想を持った集団だとしても到底理解できないものだったんです。
1971年12月26日、それは連合赤軍が群馬県榛名山での生活を始めて6日目のこと。神聖な場所を汚すな、2人とも総括だ。副リーダーの永田のヒステリックな叫び声が山小屋に響きました。その理由は恋人同士だったメンバーがキスをしているところを目撃したため。そう、容姿端麗な女性にコンプレックスを抱いていた永田にとって、訓練の場での色恋は許されざる行為でした。この2人は共産主義ではない、絶対に許さない。メンバーの前で正座をさせられ、延々と反省の弁を述べさせられる2人。しかし何を言おうと永田が納得することはありませんでした。そんな彼女の様子を見ているうちに、リーダーの森はこんなことを口にするんです。新しい指導法を導入しよう。これから2人を殴るんだ。この時森は高校時代のある出来事を思い返していました。高校生当時、剣道部に所属していた森。その日の対戦相手は手強く、一進一退の攻防が繰り広げられていました。面の中から相手を睨みつけ、隙を見極めようとする森。やー！おい、しっかりしろ、森！それからしばらく意識を失っていた森。彼が目を開けると、そこには心配そうに覗き込む仲間の顔がありました。結局、この時の試合は敗退。しかし、この経験で森は今までにないものを手に入れていたんです。それは、これまでとは別人格の自分でした。そう、この試合以降、なぜか森は今まで気づかなかったことに気づいたり、興味がなかったことを受け入れられたりするようになったというんです。あの気絶以来、俺は生まれ変わったんだ。高校時代のその経験を根拠に、森はメンバーたちに向かって自信たっぷりにこう言いました。こいつらを殴って気絶させるんだ。二人が目覚めた時には共産主義を受け入れられるようになるはずだ。誰が聞いてもめちゃくちゃな理屈でしたが、メンバーたちの頭をよぎったのはこんな思い。殴らなきゃ何されるかわかんない。こうして総括対象の二人を入れ替わり立ち替わり殴打し始めたメンバーたち。彼らは初めこそ恐る恐るでしたが、簡単には気絶しない二人を前に、その力はだんだんと強くなっていきました。殴ることは指導であり、二人を援助することなのだ。リンチの様子を満足げに眺める森。二人は何時間も殴られ、懇願してもトイレにさえ行かせてもらえず、糞尿を垂れ流しながら暴行を受けていたんです。気絶させて生まれ変わらせるってもう何なのよ、その謎理論。森が気絶したきっかけで変わったってのはもう絶対嘘っすからね。そうやって総括が過激さを増していく中で、ついに最初の犠牲者が出てしまうんです。連合赤軍の中で最初に命を落とすことになったのは、実はキスの一件で総括を受けていた2人ではないんです。その人物は東京水産大学出身の尾崎光雄。おらよくも俺を資本主義者だと言ってくれたな。そう言って総括対象の2人を殴りつけていた尾崎。この言葉がリーダー森の逆鱗に触れることになったんです。総括に個人的な恨みを持ち出すな。こうして翌日から総括対象となってしまった尾崎。この時にはもう総括対象者を殴ることに戸惑う者はいませんでした。さらに尾崎は総括中にもかかわらず血を拭くためのティッシュを欲しがったり、空腹のあまり食べ物の名前をつぶやいたり、そんな彼の振る舞いを目にするうち、森はさらに劇場に駆られていくんです。食事を求めるなんて不適切だ、甘えている。痛みにうずくまる尾崎を何度も立ち上がらせ、絶え間なく膝蹴りを繰り返すリーダー森。そして立ち上がることもできなくなった尾崎はそのまま木に縛り付けられ放置。その日の夜、彼の様子を見に行ったメンバーは森に向かい静かにこう言ったんです。尾崎が死んでました。え、死んだの？メンバーのその言葉に一瞬青ざめた森。しかし彼は周りの目に気がつくと取り繕うようにしてこう言いました。尾崎が死んだのは精神的な弱さからだ。本当の革命戦士なら死ぬはずがない。その言葉に同調するようにうなずく副リーダー永田。こうして2人は殺人をも正当化し始め、総括はただの殺人の儀式へと成り変わってしまったんです。めちゃくちゃすぎる。何よこの何の意味もない儀式。森も永田も自分を正当化するのに必死だったんですよ。そんな中で秩序も何もない小屋の中でね、ついに集団リンチが始まってしまうんです。無秩序な世界。その後も森と永田は総括と称した集団リンチで次々に命を奪っていきました。最初にリンチを受けたカップルは虫の息で生きていましたが、木に縛られたまま凍死。指輪をしているのが気に入らないと永田に名指しされた女性は原型がなくなるほど顔面を殴られ、坊主頭にされた挙句衰弱死。このほか彼女は男にこびる素振りを見せた女性メンバーを次々に殺害。対する森は高学歴のメンバーやハンサムなメンバーをやり玉に挙げ、リンチの末殺害。毎日のように誰かのうめき声が響き渡る異様な状況にメンバーたちの感覚は完全に狂っていました。自分の弱さを叩き出すためには目の前の相手を殴らなければならない。革命戦士なる者、上からの要求に応えるべきなんだ。しかしそんな中でも異様すぎるその状況を収束させようとするメンバーがいたんです。
1972年1月下旬、連合赤軍が寝泊まりしていた山小屋でこそこそと戸口や窓を確認する男がいた。脱走してすぐに警察へ駆け込むんだ。自分は殺人に無関係だったと証言すればそれほどの罪には問われない。その男は山崎淳。彼は一人になるタイミングを見計らい、狂気に満ちたその環境を抜け出そうとしていた。その時だった。おい、どうしたんだ。不意に肩を叩かれた山崎が振り返ると、そこに立っていたのはリーダーの森。脱走しようとしているのか君。死刑ね。森はメンバー数人と共に何時間にもわたり山崎を殴りつけた。そして数時間後、完全に動けなくなった山崎を前に森は冷たい声でこう言った。こいつのことをこれで刺してよ。山崎は小刻みに肩を上下させながら顔を上げる。森の手にはアイスピックが握られていた。助けてくれ。しかし命乞いをする山崎の声を聞く者は誰もいなかった。その後も森と永田が主導する集団リンチは続き、わずか2ヶ月で12人もの若者が命を落とすことに。結局は1972年2月17日、山小屋へ捜査に訪れた警察により、森と永田を含む8名が逮捕。事件は幕を下ろします。そしてここから逃げ切った5人のメンバーが起こしたのが浅間山荘事件でした。結局リーダーの森は逮捕の1年後に勾留所で首吊り副リーダーの永田は死刑囚となっていましたが、精神崩壊し2011年2月に死亡。共産主義に憧れ暴力で社会を変えていこうとした連合赤軍。理想を掲げるのは自由ですが、実現のために暴力に訴えることほど愚かなことはありません。おざっす皆さんね、我々がこれを着ているんですけれども、これなんだと思いますか？そうなんです、新作出たんですよ。もう1年ぐらいさ、ずーっとね、売り切れだったんですけど、ちょっと新しくね、新商品をね、出しましたよ。胸元刺繍でね、作らせていただいて、でこう後ろこれ原田千秋さんの絵で、これ物差しっていう絵なんですよ。これよーくね見てほしいんですけど、現代人っていわゆるいろんなこう物差しに測られて生きてるじゃないですか。それを風刺したような絵で、これはシルクプリントでね、しっかりこう落ちないようになってますんで、服も1年前に出したやつ裏起毛だったんですけど、今回はちょっとさらっと着れる裏パイルになってまして、だから春に向けてね、ちょっと今買っていただければ他の服と合わせたりもできますと。そしてですね、なんと前回パーカーとかすぐ売り切れちゃったっていう反省もありまして、今回は2月15までに予約いただければもう全部届きます。というわけで今回は予約商品ということで、逆に言うとね、2月15過ぎちゃうと、ちょっと次再販するかはね、わかんないんですけど、一旦そこでね、締め切らせてね、いただければと思います。もし興味ある方は概要欄固定コメントのね、ブランドアルゴメトリーからね、ぜひ見ていただければと思います。